はい、それではね、この間ね、ほぼフレームだけになった、この RZ なんですけども、部品の方がね、着々と仕上がってきているので、ね、少しずつ組み始めたいと思います。で、あとですね、この後ろ回りですね、今ちょろっと見えたんですけども、フロントとリアのタイヤ、あとホイールですね、こいつをね、ちょっと組み付け始めて、転がれるようにとりあえず持っていきたいと思います。じゃあまずはね、スイングアームからね、組んでいきたいと思います。それにあたってね、軽くグリスアップをしてからですね。でこれからですねリアの方を組み込みしていきたいと思います。スイングアームはねもともとシルバーだったんですけども、色をね黒に塗り直しました。なんかここも黒に塗ったからすごくなんか締まりいいよね。いい感じいい感じでシャフトを通す前にですねブレーキの方ですね面取りをしてグリスアップをして音鳴きの防止をしています。次はねフロントフォークだね、組み立てていきます。ざっとねリア終わったので次はねフロントの組み立てですね。先にですねフォークを通してタイヤを取り付けてとりあえず自立できるようにねまずしていきます。それじゃあね、とりあえずね自立するところまで持ってきましたので、あとですね、軽くハンドル周りを取り付けた後にですね、トルクレンチでねしっかりトルクを当ててね、完成させていきたいと思います。フロント周りはね、一箇所一箇所ナットのサイズが違ったりとか、ボルトの形状が違ったりとね、ソケット付け替えるのちょっとめんどくさいんですけども、フロント周りはね、舵取り部分で大事なので、しっかりとやっていきます。次はですね、エンジンの部品をね、組み立てていきます。フライホイール、クラッチ、シリンダーですね。はい、それではね、まずはね、このフライホイール側からね、いきたいと思います。前回ね、TZ でもやったんですけどね、ここのね、バランサーシャフトのオイルシールと、あとクランクシャフトのオイルシール打ち込んでからですね、セルギアを取り付けて、バランサーシャフト取り付けて、最後にフライホイールつけてジェネレーターって感じですね。いただきます。はい、それではねエンジンの方を組んでいきたいと思うんですが、このエンジンなんですけども、前にレストアした TZR50R と同じ 4EU エンジンになります。前回ですね TZR のレストアをした時にですね、もっと詳しくエンジンの動画の方は撮ってありますので、細かくね見たい方はねそちらの方を参照ください。今回はですね軽く作業風景を流すような感じになります。で今はねセルギア周辺の作業をやってますね。緩み止め防止のロックタイトを添付してセルギア外れ止め防止の受けをつけて最後フライホイールをつけて終わりって感じですね。で最後ジェネレーターつければとりあえずエンジンの左側は終了になります。で次はクラッチ側ですね。あらかじめフライホイール側から入れといたバランサーシャフトを今組んでます。で組み終わったら今度はクラッチをねつけていくんですけど、まずクラッチのねハウジングをね取り付けます。前回ね TZR の時にもね、クラッチの方は組んでいるんですが、若干ですね仕様が違いまして、 TZR はねクラッチ3枚なんですけども RZ はね4枚になります。でTZR はねちょっと改造で4枚のねクラッチをね入れてあるので、これと同じようになるんですけども、同じ 4EU エンジンでもねちょっとした違いがあるのはねなんか面白いなっていうふうに思いますね。で今ですね、クラッチの方ですね仕上げの方に入ってます。このねクラッチのねスプリングをねしっかり止めてあげて最後調整をして終わりっていう感じになりますね。で今回はですねクラッチカバーのガスケットをですね手作りで作ってみました。これね純正で買うと大体2000円ぐらいするんですけども、手作りで作れば300円から400円で作れるのでね、とりあえず今回はこれでいってみたいと思います。はい、それではね、クラッチの方がね、手込み終わりました。で、フライホイールも終わってるね。次はね、このシリンダーですね。腰上部分、こいつ組んでいきます。さて、やっとエンジン組むとこまで来ましたね。クラッチ、フライホイールもね、すごく重要な部品なんですけどね、なんせね、が地味なんですよね。エンジンはね、やっぱり一大イベントですからね。で、これピストンね、もともとついてたやつね、きれいに洗浄しました。これね、ちょっとシミみたいなの残っちゃってるんですけども、傷とかもなくてね、汚れもだいぶ取れたんでね、これ再使用していこうと思います。で、今回ね、ピストンピンと、あと、ピストンリング、あとベアリングですね、これはね、新品に交換します。でこのねエンジン前の部品なんですけども、消耗部品ねピストンリングとかピストンピンはね新しくしますが、ピストンはね再利用します。っていうのもね、このピストンねもう廃盤だったんですよね。まさかの
なんかまあ一応まだね A、B、C、D とね4つ種類があって C だったっけな、それは売ってたんですけど、このシリンダーね表記が A になってて、で A のピストンも廃盤になっちゃって買えなかったんですよね。まあなんでねマサイしようっていう形になったんです。それを考えるとね、やっぱもう純正、まあ、要はオリジナルの状態でね1台やっぱレストアで仕上げていくのがだいぶしんどくなってきましたよね。まあもうねシリンダーがねない時点でね結構厳しいところはあるんですけど、やっぱピストンまでなくなってきちゃうと、もうやっぱオリジナルのね50で復活させるのはねちょっと難易度がやっぱ高いっすね。はい、それではね、今エンジンの方がね、組み終わりました。ですいません、カメラね、回したつもりだったんですけども、電池が切れてね、途中から全然撮れてなくて、もうあっという間に組み終わったところの、映像になってしまいました。すいません。とりあえずね、今こんな感じで組みました。で、キャブもね、つけたし、エアクリーナーもね、なんか新しくして、で、まあ、エンジンもね、しっかり取り付けてっていう感じですね。オイルも入れました。でマフラーはね一回焼いて塗装してから取り付けたいと思うので、ちょっとエンジン始動チャレンジはね先に伸ばしたいと思います。で次はね外装系いきたいと思います。はい、それではね次はねテールランプ周りのね取り付けをやっていきたいと思います。まあコネクタとカプラつなぐだけなんでね、まあ全然時間かからずささっと終わっちゃいますね。まあって言ってながらもうほぼ終わりになります。で次はですねフロントの、ライト周りになりますね。まあウインカーヘッドライト周りになるんですけども、まあこの辺もねカプラとコネクタつなぐだけなんでそんなに苦はないですね。でね、一応ね、コネクタをね、つなぐ前なんですけども、この接点復活剤のスプレーをね、一箇所一箇所注油して取り付けていくような形になります。終わったら最後はヘッドライトを組んで、とりあえずね、ライト周りはおしまいになります。このフロントのブレーキと後でマスターシリンダーね、この辺やっつけていきたいと思います。ではね、ブレーキの方を取り付けていくんですけども、今回ですね、マスターシリンダー、あとブレーキホース、あとキャリパーの方ですね、これはね、全部分解をして、清掃をして、組み直した感じにしました。やっぱ放置車両なのでね、長く置いとくとね、フルードがね、湿気を吸って、そのフルード固まってね、動かなくなったりとか、中で不具合を犯す可能性があったんで、とりあえず今回は分解しました。はい、それではね、これでフロントのね、マスターシリンダーが続いて、ブレーキホースを取り付けて、最後キャリパーですね、取り付けました。じゃあこれからね、エア抜きをしていきます。それではね、フロントブレーキのエア抜き終わったので、次はね、マフラーをね、取り付けていきます。前回ね、焼きを入れた後に耐熱塗装でね、塗装してありますので、見た目もね、だいぶね、締まりましたね。はい、それではね、今マフラーもね、バッチリつきましたんで、これからね、やっとエンジン始動チャレンジやっていきたいと思います。さあ、無事にかかるんでしょうか。僕の予想だと普通にかかる風には思ってますけど、そういう風に組んでるんで大丈夫だと思うんですけども、とりあえずこれからじゃあエンジン始動チャレンジやっていきたいと思います。排気漏れがすごいな。はい、それではね、ちょっと今排気漏れしてたんですけども、それをそれで一回直してね、もう一回エンジンかけ直しました。なかなかね、静かでいい音ですね。だけどツーストらしいやっぱり高温の音がするような感じで、あとやっぱりツーストのオイルが燃えた時のね、白煙と匂いね、やっぱりツースト独特のならではというか、なんかやっぱりいいなと思いますね。はい、じゃあね、とりあえずね、エンジンね、無事にかかりました。エンジン始動チャレンジ、成功ですね。大丈夫ですね。マフラーもね、塗り直し、取り付けたんで、めちゃくちゃ綺麗になりましたね。いい感じ、いい感じ。あとね、本当に外装を乗せて、で、試乗してどうかなっていう感じでしょうね。もう終わりですね。それではね、この間マフラーを取り付けて、で、エンジンもかけてね、バッチリだったんで、今度はね、外装ですね、タンクと、あとフロントフェンダー、あとリアのテールカウルとあとシートですね、それ乗っけてね完成させていきたいと思います。
はい、それではね、今ね、外装の方が取り付け終わってですね、とりあえず RZ の方ですね、ほとんど完成の方に持ってけましたね。だいぶ綺麗になったね。最初は結構ボロボロだったからね。はい、それではね、RZ の方ですね、完成しましたので、軽くね、試乗の方に来ました。ね、レストアした RZ ね、こんな感じですね。前回もね、レストアして、同じ場所で撮ったんですけども、今回もですね、また同じ場所で撮ってます。ではね、早速、フロントからですね、フロントのブレーキ、あとホイール、あとフォークですね。この辺はね、全部ね、オーバーホールだと清掃、あとね、磨きをやりました。リムがね、ちょっと錆び跡が残っちゃったのと、スポークがね、結構ね、錆びがひどかったので、軽く塗装をしたような感じですね。でブレーキの方はですね、あとマスターシリンダー、あとキャリパーともにですね、一度全部分解して清掃してシール交換してっていう感じですね。オーバーホールになります。でディスクもねちょっと削れがあったので、新しいものに交換しました。これ社外品ですけどね。はい、で次はねフロントフォークですね。最初はね、右側だったから錆びが出て左もねダメになってたんですけども、新しいフォークシールとあとオイル、あとダストシールですね、取り付けてきれいにしました。はい、次はヘッドライトですね。軽くね黄ばみがあったんですけども、ちょっと磨いてあげたらねだいぶきれいになりました。はい、で次はねハンドル周りですね。メーターとあとタコメーターですね。これノーマルで幅がなくてね結構乗りづらかったんで、ちょっとハンドルのバーだけはね社外品のにしました。はい、次はねエンジン左側ですね。最初はねオイルとかねもう冷却性の跡とかゴミとかすごい汚れがすごかったんですけど、綺麗にね洗浄をして、各種オーバーホールだったりと点検をしてだいぶね綺麗になりました。でキャブレターはねもうね中開けたらね白錆が半端なかったんで、程度のいい中古品にね交換をしました。はい、でこっちがねエンジンの右側ですね。基本的には左側と同じような感じですね。レツーストならではのねオイルポンプ、これもねしっかり清掃してエア抜きもしてあるんでもうバッチリですね。あとギア系のねオイルの方もね交換したので増分はこれで大丈夫かなと思います。はい、で次がね、ラジエーターですね。もともとのこれ状態良かったんで、軽く再塗装して取り付けたような感じですね。はい、でね、次はタンク周りですね。だいぶタンクも綺麗になったかなと思います。もともとね、これベースは良かったんでね、軽くね、ちょっとしたへこみとかはありますけども、大きなね、ダメージもね、なかったので、少し磨いて良くなったような感じですね。でタンクの中もね一応ですねハラスタガ G をね入れて少し洗浄しました。もともとオーナーさんがね錆び取りしてくれてたみたいなんですけども、一応念のためということで1回だけねハラスタガ G 入れて洗浄をしました。これでタンクも大丈夫だと思います。で次はですねマフラーですね、純正チャンバーか。これはね取り外した時にもう色がね飛んでたのでね焼きを入れて再塗装したような感じですね。で次はテール周りですね、純正のねテールランプ、あとステーと、あとウインカーはね社外品を入れてます。であとリアホイールですね。リアホイールそんなにダメージじゃなかったんですけども、軽くね磨きをしてだいぶリムも綺麗になったんじゃないかなと思います。でもちろんねタイヤの方も新品に変えてます。はい、ではね左側ですね、ドライブチェーンをね新しいものに交換して、リアのスプロケットはそのままノーマルを使ってます。でねフロントのスプロケットをね12から13丁に変えました。12丁だとね回転がね結構ね街のでも上がっちゃうんですけども、13丁やっぱ1丁入れるだけでねだいぶねマイルドな乗り心地になると思いますので、乗りやすいかなと思って13に変えました。であとこの辺のサイドカウルもですね最初ちょっとバキバキに割れてたんですけども、ちょうど程度のいいのが出てたんで、手に入れました。でねこれね手に入れるのマジ大変なんですよ。これ廃盤なんですよね。でなくてねこの程度のいい割れてもなく綺麗で傷が少ないものって結構中古相場でもね1万とか結構いい値段しちゃうんですよね。結構安く手に入ったんですけども、ちょっと一番これがね探そうに苦労したかなっていう感じですね。であとテールカウルですね。この辺もですね、若干くすみがあったので少し磨きを入れてきれいにしました。でね元からね割れとか大きな傷はなかったので、ベースがやっぱ良かったからですね、こうやってねちょっと磨くだけでだいぶ綺麗になったかなと思います。まだ慣らし運転なんでそんなにちょっとスピードが出せないんですけども、
大体ね、多分7500ぐらいからね、パワーバンドに入り始めるような感じですね。純正ジャンプだとなんかね、やっぱ低速がしっかりあるなっていう感じですね。車外品だとやっぱりどうしても高回転向きになるんで、どうしても下がね、おろそかになりがちなんですけども、街乗りだったらやっぱり純正の方がいいかもねっていう感じしますね。大体ね、実燃費が30ぐらいかな、普通に街乗りで乗って。で直線とかね、アクセルのね、オンオフが少ない場所だったらもう少し伸びるかもしれないんですけども、ノーマルで、普通に乗ると大体30ぐらいな感じしますね。はい、それではね、ここまで動画の方ご視聴いただきありがとうございました。で今回もまた RZ の方ですね、レストアしたような動画になったんですけども、今回はね、友達が乗りたいよっていうことのね、依頼というか、受けてですね、1台作ってみました。でやっぱりもう26年前のバイクでね、しかも2ストロークなんてね、もうこれから発売されること、メーカーからね販売されることはまずないだろうなっていう車両ではありますので、友達にもね大事に長く乗っていただけたら嬉しいかなと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、あと高評価ですね、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。